皆様こんにちは。地理学出身のジオラマ制作担当のアトリエ森地です。今回は住宅街や線路脇などで見られる境界杭を N ゲージで再現する模様をお届けいたします。短い動画にまとめましたので、よろしければ最後までお楽しみください。また小物制作の動画をまとめた再生リストを作りましたので、よろしければそちらもご参照ください。まだまだ古い動画が多くって音声解説ではない動画が多いんですけど、少しずつ音声解説でリニューアルしていく予定です。それでは境界杭の実例を調べていきます。建築業界にいた時、境界杭と言ってましたので、ここではその読み方で統一します。こちらは近年建て替えられた駅の模様です。駅の敷地とおそらく市の敷地と思われる敷地の境界に境界杭が設置されていました。同じ鉄道会社だったら全ての駅に共通して設置されているのかを調べてみましたが、こちら鶴見線の大川駅では境界杭を見つけることができませんでした。郊外の住宅地ではコンクリートタイプの境界杭が設置されています。で、雪の日に撮影しなくてもいいんじゃないってツッコミが来そうですけど、最近雪の日が多いんです。なお境界杭の上面には境界線がどこにあるのかが分かるように、このように矢印が刻印されています。境界杭は角の部分など敷地の形状が変わる部分に設置されていまして、画像のように色あせてしまって上部の赤色がかすれているなんていうのも多く見られます。また境界杭には自治体名称ですとか観光庁の名称が刻印されているものも見られまして、敷地を所有する鉄道会社とか会社、企業名が記載されている場合もありました。そして場所によってはこのように杭が傾いていたりします。基本的にはこのように境界杭は全体が露出してるんですけど、敷地に高低差があって外構工事の際に境界杭を覆うような感じで土留めが設置されているなんていうケースもかなりありました。高低差がなくてでもですね、ブロックを設置する際に境界杭を覆うような感じで設置するケースもあるようでした。また宅地に食い込むように電柱が設置されているケースもよく見られますが、この場合には隅に境界杭が設置されています。境界杭は新興住宅地で見られる調整駅にも設置されていました。個人的にはこの調整駅のフェンスの穴がすっごく気になったりもします。こちらは近年に河川の改修がされた場所で、農道と河川の境界に境界杭が設置されていました。こちらの画像は道路の路肩で農地との境界に境界杭が設置されています。河川や水路の脇の道路は公道になることが多いようで、区画整理が実施された水田の水路ですとか、河川脇の道路と農地との境界に境界杭が設置されているのをよく見かけます。ちなみにこの上面は十字型に刻印されてまして、杭の中心が境界の線になります。境界杭の上側の面はこの画像のように十字型の刻印が入っているものですとか、こちらの杭のように斜めの矢印が刻印されているものですとか、それ以外にもまっすぐの矢印のものもありまして、コンクリート製の場合には上部全体が赤く塗装されていて経年で色あせちゃってるっていうものも多く見られました。市街地での設置状況を調べてみると、画像のような都市部の古くからの市街地ですとか、都市部に限らなくっても古くからの市街地では境界杭はあまりっていうかちょっとあるのかないのかがわからないようなところが多くありました。じゃあ昔からの市街地って境界杭が目立たなかったりとかなかったりするのかなって言えば、そういうわけでもなくって、こちらのように鉄道敷地との境界には甲の字が刻印された境界杭があったりしました。こちらも左の3軒のお店の建物と、この間左の3軒の間には境界杭がよく分かんなかったんですけど、あるのかないのか分かんないんですけど、一番右側のお店はこれどうも鉄道敷地内にあるみたいで、一番右のお店と左の3軒の間に少し広い隙間というか空き地というかあると思うんですけど、ここをよく見るとこのように境界杭がありました。それだけじゃなくって
都市部だけでなく山間部でも画像のように鉄道敷地との境界にすっげえ分かりやすく境界杭が設置されているというケースもありました。また画像はないんですけど、国道沿いには建設省なんて刻印された境界杭がまだ残ってるとこもありまして、ちょっと胸熱になりました。以上で境界杭の考察は終了になります。それではここからは N ゲージで境界杭を再現してまいります。境界杭は2017年に制作した福島交通のジオラマで初めて再現してまして、そこからずっとハマってしまって毎回のようにジオラマで再現しています。それでは用意する材料のご紹介をいたします。今回ものすごいシンプルなんです。用意するものは実はこの 1mm の角棒と赤のビン塗料、これだけのお手軽な工作となります。1mm の角棒を取り出しまして、なんとなくの長さにカットします。おい、なんとなくってどれぐらいだよっておっしゃると思いますので、簡単にご説明しますと、ボードにだいたい 1mm から 2mm ぐらい境界杭を埋め込んでいくんですね。なので 3mm から 5mm 程度の長さだから 2mm から 3mm ぐらいがですね、ジオラマの面に出るように、場所によって長さの差ってあるんで 1mm だけ出す場合もありますが、これも目分量で適当にカットしてます。カットを終えましたら両面テープを用意しまして、その表面にカットを終えた角棒を立てていきます。この角棒が放っておくとだんだん倒れてきたりしますんで、倒れないように気持ち強めで押さえるように立てていきました。私はいつも外で塗装するんですけど、冬は雪が強風で舞い込んできたりしまして、塗装がぐちゃぐちゃになるんで、細長く切り出したプラ板にさっきの両面テープの部分を貼って雪を避けながら、このようにアトラクションなんですけど塗装していきます。ちなみに灰色の塗装はいつもサーフェイサーを使用しています。ビン塗料の赤を使って部材の上面に筆を乗せるような、そしてそこからちょっとこぼれるっていうか垂れるっていうか、ちょっと聞こえ悪いんですけど、はみ出る塗料で側面に塗料を乗せるっていう感じで、とりわけ側面を頑張って塗るぞ、意識して塗るぞみたいなことはしてません。ジオラマに設置しましたら表面の赤しか見えないことが結構多くありまして、それではそこまで側面って気にしなくてもいいかなって、よっぽどひどい時はタッチアップするんですけど、そんなに細かい作業はしていません。乾燥しましたら調色したエナメル塗料を塗布して汚していきます。表面しか見えないとはいえ言ってるんですけど、先ほどお話ししましたように時々側面が見えることもありますので、側面にもしっかりとこの汚しが回るように意識して作業しています。この作例の場合はプラ板の上に設置しますので、いつものように 1mm から 2mm 程度ボードに埋まるというわけではないので、側面が見えても大丈夫そうな綺麗なものを選んで、ピッキングっていうか見た目で選んであげて、その中から長すぎないものを選んで接着していきました。以上で完成になります。ちなみにこの作例では敷地の角度が変わる場所にも杭を接着しています。またこちらの作例では水門脇の河川と道路の境界に杭を設置してまして、杭はこのように下部がベースに埋まっています。これ昔の作品なんで意図的に斜めにしたのか結果として傾いたのかはちょっと覚えてないんですけど、こういう傾いた杭って実物でも結構多く見られます。こちらの作例では鉄道敷地の境界に杭を設置しました。この住宅との境界、住宅の敷地の角度が変わる場所にも杭を設置しています。線路の手前側にも境界杭を設置してるんですけど、本当だったら画像の映ってない下の部分、擁壁の下側の部分に設置した方が杭があるのが本来の姿だと思うんですけど、目立つとこに設置した方がジオラマって面白いじゃないですか。なので見た目が賑やかになって面白いっていうより、それだけの遊び心でこの場所に設置しています。調整器の周囲にも境界杭を設置してまして、まだこの頃は試行錯誤を繰り返している段階で、これ 1mm 角棒じゃない材料を使ってるんだと思うんですよね。少し太めのなんていうんですかね、平棒みたいなの使ったのかもしれないんですけど、オーバースケールで結局この後 1mm 角棒を使ってます。こちらの作例では電柱の周りに設置してまして、電柱の四隅に境界杭を設置しています。こちらの作例では鉄道敷地と河川の境界に境界杭を設置しました。
この作例は地方をテーマにした作品になってまして、実は現地のこの家には杭はなかったんですけど、模型としてワクワクしますので、遊び心で境界杭を設置しています。まだまだ作例はあるんですけど、皆様いやもういいよ、お腹いっぱいだよってなっちゃうと思いますので、今回はこの辺りでご案内を終わりにします。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。次回も皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。